はい、皆さんおはようございます。こちらは朝の4時半。周りはね、真っ暗でございますけれども、今、Airbnb から出て、これからフロリダのオーランド国際空港に向かって帰路に着くところでございます。帰りは、あれトロント経由なんだっけ俺ら。帰り僕らはトロント。だから俺はモントリオールなんだろうな、きっと。ああ、なるほど。まあおそらくね、17、8時間かかると思われますので、またね、スイッチとアケコンの機材が持ってますので、いろいろ反省しながら帰りたいと思います。オーランド空港の中のゲートのエリアでございますが、ようやくこちらの店に行くことができます。はい、いつもおなじみのバーガーキングじゃん。俺ダンキンかと思ったのに、ダンキンないの？バーキンだった。スタバがあっちにある。オートバックステーキハウスもある。ダンキンないの？ドイツ基地のモントリオール空港に着きました。オーランドから3時間ほどの、フライトですね。ここからだいたいまた3時間ぐらいの乗り継ぎ時間を経て、最後の12時間の成田空港へのフライトに乗ってまいります。小佐だけ階段だ。あれ小佐よね。俺も負けてられないわ。アスリートの恐ろしさを今垣間見たな。あれもう一人のアスリート。お疲れです。お疲れ様です。優勝おめでとうございます。いやいや、ありがとうございます。なんとかね、ちょっとあれじゃない？結構いい感じになってきてない？何がですか？ポイントレース的に100点持ってる人が2位取るだけで余裕でまあそうか。結構怖いですよ。ガチさんとかが確かにそうだね。こうパンって取るだけで。そうか。シュートさんとかも多分250とか取るだけで、デュアルケビンです。そっか、そこら辺がまあ3位とか全然あるな。本当にね、上位入れるだけの実力あるですから、UFA とか参加者自体はそんなにいないだろうから。そうですね。去年は450とか500とか。そうなんだね。サボれねえな。やば行かないとだね。さて、モントリオール空港でご褒美チョコパフェサンデーを食べました。こちらのね、甘味屋さんでどんなものが出てくるのか。小さいパフェだと思ったら結構なでかさです。これで機内食までは持つでしょう。昨日ね、どっか食べに行こうと思ったんですが、やっぱり思いのほか見ちゃいまして、シェイクシャックと、ライムキーパイだけだった。ちょっと物が足りなかった。ここで挽回したいと思います。コーヒーも嫌いですけど、我慢かな。寝たいから。うまっ。ソフトクリームですわ、バニラアイスは。ミルク分の少ないラクトアイス、層みたいな、あれもあれでうまいんだけど、濃厚。最高のご褒美で。モントリオールから成田へ向けて、ここから13時間のフライトでございます。行きと同様にですね、後ろの方の2席のところの窓際を取りました。
行きは後ろから2番目だったんで、席の隣がですね、なんていうの、こう流線形になってるでしょ。で、流線形の下の一番奥になると、多分ね、隣のスペース少なくなってんじゃないかなと思うんで、一番後ろだと、どうでしょう。まあちょっとワクワクしながら乗ってみたいと思います。さあ、こちらです。一番後ろの席。ここにやっぱスペースある。vers Narita. Au centre, vous qui décidez de mettre vos grosses valises dans le coffre au-dessus de vous, veuillez bien vous assurer d'être capable de fermer le coffre puis de sortir. Merci. お尻が痛くなります。ネックフローだけではないブレインス、ポータブルピロー、いろんな使い方で試してみてください。機内食、チキンウィズライスを注文しましたが、私系ね。まあですかね。今、アスカを少しで向けるところでいます。できるんですで、途中の軽食は来ました。軽食といってもラップですね。結構でかい。いやー、彼女はエモさが測ってますな。野生学だ。ツナだな、これツナ。美味しゅうございます。さて、2時間ほどで成田に到着します。快適な練習が整います。ということです。ちょっと待った。ちじゃんね。まだまだ飯はありますね。さあ、じゃあ、ここで、残り1時間と20分ほどとなってまいりました。ソーセージ、チーズ、そして、美味しいですよね。
成田の上空ですね。羽田と違い、緑あふれる場所となっております。はい、ということでですね。一旦バレルのオフィスで、モニターを置いた後で、ちょっと対戦もして、今帰ってきて、一風呂浴びたところでございます。今回コミュニティエフォートオーランド、割とね、短い旅だったというか、水曜日に、出発して、火曜日着と。前のね、EWC とかはかなり長い間滞在させてもらったりもしたもんで、あっという間だったなというのが、気持ちでございます。でもね、やっぱ今回、バージョンアップもあって、そんなに自信があった中で臨めたわけじゃなかったんですけれども、日々ね、本当に、応援してくださる方、そして、対戦してくださる方ですね。いい場所を提供してもらえる、チーム、バレルのチームのサポートのおかげと、日々のね、本当にいい形で練習させてもらってるというのが、やっぱり一番、今回の勝利の要因じゃないかなと思います。ありがとうございます。今回 CEO、中でも思い入れのある大会なので、ちょっとお話しさせてもらうと、まず僕が最初に行ったのは2011年。これはですね、僕がまだ一番最初のスポンサードを、もらったチーム。ザ・トラベリングサーカスというチームでですね、アパレルのチームで。自分で T シャツを持った売り歩いてたりした時期なんですけれども、その時期に、半分招待という形で、CEO の主催のアレックス・ジェベイリーさんにですね、招待いただいたということで参加させてもらって、その時にね、ポンポーンと、優勝できたりして、そこでね、本当に名を上げさせてもらったという大会ですし、そっからもう何年も、参加させてもらってるんですけど、一個多かったのは2016年、ストリートファイター5の最初の年で、もう全然ね、インフィルに勝てなかった年で、もう周りのレベルもどんどん上がってくるし、なかなかもう当たんないだろうなと思ってた矢先に、CEO でもまた最後グランドファイナルで、僕ルーザーズ側だったんですけど、そこでまた戦うことができて、なんとか、平和島のね、人たちと一緒に対策させてもらったおかげで、藤村とか、エイタとか、そうね、MOV とか、懐かしいですね。そこら辺のおかげで、勝てたと。そっからさらに10年が経って、今度はストリートファイター6で若くて強いプレイヤーが締めき合う中、なんとかね、これも本当にもう練習相手と、本当に応援していただいている、サポートしていただいている皆様のおかげでございます。そしていよいよですね、ストリートファイターリーグ開幕でございます。で、初戦はね、古巣のリジェクト相手にアウェイで押しかけるという感じになりますのでね。今バレル全員で本当に総力を挙げて仕上げているところでございますので、必ずやね、いい形で皆様にお届けできるんじゃないかなと思います。そして、今度の海外大会なんですけれども、UFA という大会が9月の2週目に行われます。今回ね、無事、CO で切符ゲットできたんですけれども、もうキャンセル不可能の便を取ってしまっているため、UFA とエボフランス、こちらの2大会は、私参加させていただく運びとなっております。またね、当たる分はよろしくお願いいたします。それでは、また次回の動画でお会いしましょう。また